どうもこんにちは、川口の健です。今日はビスポークの完成品を紹介したいと思います。というのもですね、ビスポーク、日々制作してますが、お待たせしている方、大変お待たせしております。ちょっと今回紹介する2つがちょっと特徴的というか、2つが、似てまして、簡単に言うとホールカットなんですね。ホールカットちょうど2足同じタイミングで仕上がりましたので、これをね紹介してみたいと思います。ホールカットっていうと一枚革で革のデザイン的なつなぎ目がどこにもないつるっと一枚で出来上がった靴という靴のデザインの中でも少し特殊な立ち位置にあると思います。実際に仕上がった靴もやはり普通の靴とは違うホールカットならではのなんていうか独特な雰囲気、質感、魅力っていうのがありますので、今回はホールカットというところに焦点を当ててビスポークの靴紹介していきます。今回仕上がったのがこちらの2足です。ホールカットっていうとデザインのする余地っていうのはほとんどなくてですね、木型のデザインとあとは微妙なこのバランス感のデザインにとどまりますけども、こちらの2足はどちらもシンプルでクラシックな感じではあるんですけど、少し狙ってる方向性っていうのは違います。こちら側は黒のボックスカーフを使ったホールカットで、こちらがミュージアムカーフですね。イルチアのラディカという村染めの革のネイビーを使ったホールカットです。こうして見てもやはりつるっと感、何とも言えないこの独特の艶やかさというか、もちろん磨いてあるんで艶やかなのは確かなんですけど、革の継ぎ目がないことによって生まれるこの連続した光沢感ですよね。では1足ずつ見ていきます。この2足の中で言うとこちらの方がよりフォーマルめに近いデザインです。ホールカットの場合デザイン、先ほども言った通りこういったねフルブログであればここにウイングチップがついてたり、ここにカウンターパーツがあったりとかね、あとダービーであればここに羽のこのパーツのラインがあったりとかするんですけど、ホールカットの場合は何のラインもないですね。あるとするとここのトップライン、履き口のラインと中央の羽の合わさる場所ですねくらいのものになります。でそれプラス木型のラインですね、これがホールカットのデザインそのものになってきます。今回の2足の場合ですとこちらの黒い方がよりドレッシーというかフォーマルめな靴になってますね。それはもちろん革の選び方、黒のボックスカーフであるっていうのもそうなんですけど、木型のフォルム的に少しこっちの方がシャープになってます。ラウンドトーなんですけど、そんなに丸みを帯びすぎてない、かつそんなにシャープすぎもしないというすごくシンプルで、重要なラウンドトーではあるんですけどこだわった形状になってます。でこの靴そういった感じで本当にシンプルクラシックな感じなんですけど、かかとを見てください。これシームレスになってますね。継ぎ目がありません。ではどこに継ぎ目があるかというと内側ですね。こちらこういう風にボコボコしたラインが見えると思います。これが革の継ぎ目です。ホールカットというと実際にはこれ丸々1枚どこにも継ぎ目を作るっていうことも技術的には可能なんですけど、かなりね革に負担をかけることになりますし、革によってできたりできなかったりとか、あとちょっとこの辺にねあんまり綺麗じゃないシワが残ってしまったりとかっていうのがあるので、僕はシミュレースホールカットは個人的にはあまりおすすめはしないんですけど、なのでどこか1箇所継ぎ目を作るというのが一般的なホールカットですよね。で普通だとここに継ぎ目があります。真ん中ですね。ただこれは後ろの継ぎ目をずらして内側に持ってきて、こういったちょっと変わったラインにして、さらにこれはスキンステッチですね。革の裏から手縫いして糸が見えてないですね。このラインとして見えてきているこのボコボコ感というのは革の中を糸が通った跡が表に浮き出て見えてきているという感じです。実際に触ってもボコボコしてます。実際に糸はここの表面にはないんですけど、裏に糸が通った跡ですね。こういった感じで継ぎ目をずらしたりとかちょっと変わったステッチを入れることでシンプルなホールカットですがちょっとした個性、履いてる間は見えないんで ほとんど自分にしかわからないんですけど、こういった個性をね
入れていくことっていうのもできます。あともちろんそういうデザイン以外にも素材選びで個性を出すとか、ソール周りですね、底付けで個性を出すということもできますね。こちらの靴は非常にシンプルドレッシーなベベルドウエストのナチュラル仕上げになっています。ベベルドウエストです。ここですね、ウエスト部分絞り込んだソールになってます。非常にかっこよく仕上がっていると思いますね。ソールはこんな感じで革の素の表情を生かしたナチュラル仕上げですね。革靴の場合は裏面から見た時のこの形ですね、これもデザインの一部なので、ここはねやはり技術の見せ所というかセンスの見せ所というか、非常に実はこの曲線のこのつながりなんですけど、これはラインの取り方によって実際大きな形状の変化になります。かっこよくできたりかっこよくならなかったりっていうのはただのソールではあるんですけど、かなり気を使って作っているところですね。それはもちろんこっちのねアッパーにも言えることであって、木型の形状ももちろんそうなんですけど、この履き口のラインとかバランス、長さ感とかですね、アイレットのバランスとか、そういったところ全てもちろんデザインしてますけども、ほとんどデザインがないというね、なんかそういう意味でも変わった靴ですよね。デザインする場所がないのに実際はめちゃくちゃデザインしなければこの形状、このかっこよさにはならないという、ある意味ごまかしが効かない究極的な靴かもしれないですね。次はこちら、ミュージアムカーフのネイビーで作ったホールカットです。先ほどの一足に比べるとこちらの方が少しカジュアルに振ってます。もちろん革がね艶やかな革ですし、底付けも同じようにもちろんベベルドウエストになってますのでドレッシーな感じにはしてあるんですけど、フォーマルビジネスで使うというよりは少し外れた印象はあるかなと思いますね。というのもデザインのラインとして先ほどよりも少しトップライン長いです。若干前バランスになってますね。トップラインのこの履き口が後ろに下がると少し前が長くロングノーズ目に見えますので、ドレス感というかビジネス感は増します。一方で履き口を少し前に出すと華奢な印象だったりとか、少し抜けた感じ、カジュアルな感じに見えたりします。こちら、オーダーがですねちょっとつま先丸みを帯びた、僕は前よく言ってたおまんじゅうと言ってたんですけど、まんじゅうのような丸みを持った立体感を持ったつま先の形状ですね。そういったご要望があったので、先ほどの黒い方よりも少しボリューム感、丸み感が強いのがわかると思います。こちらが黒い方。この丸みの形状そのものもそうなんですけど、この厚み、ここからのつながりで落ちていくこのラインっていうのもこちらの方が少し厚みがあるというか丸みが強いですね。そしてホールカット一枚革で作ってますが、こちらの靴の継ぎ目は後ろです。これは一般的な方ですね。縫い割りがあってドッグテールの補強がついている。ドッグテールですね。これ犬の尻尾のような形状だからドッグテールと言います。上まで全部縫い割りにしてあるとやっぱりここの頂点負担かかるんで耐久性にも難ありということで、そういったことをやってる靴もあるんですけど、こうやってドッグテールといって皮を横に逃がして補強をするというのが一般的なデザインですね。こちらのホールカットは一般的なこの後ろで継ぐタイプですけど、これも非常になんていうかね、クラシックでかっこいいですよね。やはりビスポークとなると足型に合わせて木型の形状そもそもが違いますので、一概にそれを全てねデザインしていくことっていうのはやはり難しい、その足の形状から始まるデザインっていうのはあります。ただその中でそういったご要望に応えてフォーマル具合のバランス感だったりとかお持ちのイメージっていうのを表現できるように作りますね。そしてこの靴はですね、ソールは
こんな感じで半カラス仕上げですね。ウエスト部分だけ染まってます。でウエストはアッパーと同じようにネイビーで仕上げてます。つま先には真鍮のプレートがついてますね。ということでかなりこうの青をイメージされたオーダーだったので、シューツリーもこういった感じで青く染めて仕上げました。これ靴のライニングはグレーを選んでいただいたんですが、この状態もちろん青っぽく見えますが、やはりねシューツリーを入れることによってなんていうかより全体の青さ感が増しますよね。ステッチもね少し青みの強いものを使ってます。ネイビーというよりは青のものを使ってます。で靴ひもも青にしてるんで、ネイビーの革の中でもそういった糸だったりツリーとか、ライニングとかもそうですけど、色を、調整することによってアッパーそのものの自体の色は変わってないのにもかかわらず、ちょっと錯覚的にね色を寄せていくみたいなことができたりします。ということでビスポークの完成品ホールカット2足の紹介でした。本当にオーダーいただきありがとうございました。今回ビスポークなんですけど MTO でホールカット出してくれというねご要望はもう重々承知しております。ただですね、できなくはないんですけど、やはり結構革に無理をさせる、結構釣り込みが大変なデザインなので、革によってはちょっとシワが出やすかったりするんじゃないかなと危惧してます。できないことはないと思うんですけど、キッシュザワークの木型ってかなり立体的抑揚があるので、そこにぴったり沿った渾身のホールカットでなければホールカットを作る意味がないと思うので、そういったのがどんな革でも作れるなとなった時に出したいと思います。必ずいつかはねホールカットのデザインはラインナップに登場するとは思いますので、どうしてもホールカットが欲しいという方はねちょっとねお待ちください。ということでありがとうございました。